洗車後の吹き上げを一瞬で終わらせる最強ブロワー。でも正直うるさすぎて気軽に使えないですよね。そこで今回はしっかり強いのにうるさすぎずに持ちやすい最新のコンパクトブロワーを4つ厳選。さらに安定と信頼のマキタ、アリエクの最強ブロワーも加えた合計6機種を全部使って騒音、風力、価格を徹底検証。結局どれが一番使い勝手がいいのかはっきりさせます。ということで今回用意したコンパクトブロワー4つがこちら。1つ目が最近ながら洗車から新発売になった小型ブロワー。専用ケースがついてきてノズルも交換可能。充電用のアダプターと USB-C ケーブルもついてくるのでこれさえあればすぐに使えます。そして2つ目がオートバックスクオリティのブロワー。これは最近オートバックスが始めたプライベートブランドの小型ブロワー。そして3つ目が最近アリエクで見つけたウルフボックスというブロワー。こちらもノズルがいろいろついてきてボディは全体的にプラスチックとゴムのためめちゃくちゃ軽く細いので今回紹介する4つの中で一番持ちやすいです。そして最後の4つ目がアリエクの X7。 こちらのブロワーは僕が半年ほど前にポチって使い始めてからずっと使ってるブロワー。これと同じものが日本の誰もが知ってるメーカーから3倍の値段で売られているものになります。そしてそれ以外の2つは安定と信頼のマキタのエアダスター。バッテリー交換式で電動ドライバーのような形のため取り回しが良く使い勝手がいいです。そしてアリエクの最強ブロワーキカ。これはヨドバシカメラにも置いてある有名メーカーのブロワー。クオリティと風量は最強ですがマキタと同じくらい結構いい値段する高級なやつ。それでは早速車についた水滴がどれくらい飛ぶのか実際にやってみます。今回実験に使うのは最近納車されたばかりの新車の GR86。 これまでもブロワー動画出してますがお前の車プロのガラスコーティングしてるしそれはチートで参考にならんわってスイスポの時に毎回言われてたので今回は86に最近ソフト99から新発売になった2000円ぐらいで買えるレインドロップゴールドグロスという簡易コーティングを施工しただけなのでさすがにこれで文句言われないと思うので早速どれくらい差が出るかやります。まずはボンネットの水滴飛ばし。それでは初めにながら洗車から。オートバックスクオリティ、ウルフボックス、X7、この4つのコンパクトブロワーだと体感 X7 がズバ抜けて風が強くて多少離れたところの水滴も関係なく飛ばせてますね。そして2位が意外にもオートバックスクオリティ。オートバックスで3980円と安いから微妙そうと思ってたんですが意外と強くてこの通り水滴が余裕で飛ばせるので洗車の吹き上げに使うタオルも節約できます。3位と4位はウルフとながら洗車。ウルフも確かに強いけど X7 ほどではないです。ただノズルがいろいろついてくるのと X7 よりも軽くて持ちやすいので気軽に使いたい方向けですね。そしてながら洗車のブロワーに関しては最強モードにしても X7 に負けててその最強モードも15秒ぐらいで自動的に解除されて風が弱くなるのでそこがちょっと使っててめんどくさいなと思ったところですね。吹き上げ時間の時短にならないのでそこがちょっとストレスでした。参考までにマキタと最強だとどれぐらいなのかお見せするとこれがマキタ、こっちがアリエク最強ブロワー。使ってみた感じマキタと X7 が体感風量は一緒ぐらいで最強ブロワーだけ風バグってましたね。一瞬で水滴飛びました。まあその分値段も高いので当然の結果かなと思います。それでは次に天井の水飛ばし。まずはながら洗車。オートバックスクオリティ、ウルフボックス、X7、まあさっきと結果は同じで一番風強いのは X7、 その次にオートバックスクオリティ、ウルフとながらは一緒ぐらいです。これがマキタになるとこんな感じで水滴飛んでこれが最強ブロワー。まあ秒で水滴飛びますね。ここまでの体感の強さを整理するとやはり一番最強はアリエクの最強ブロワーキカ、その次に X7 とマキタ。この2つは使った感じ一緒ぐらいですね。
その下にオートバックスクオリティとウルフボックス、最下位がながら戦車。これが今回使ってみて思った体感のランキングですね。全くコーティングをしていない新車にソフト99の簡易コーティングを塗っただけなので再現性は高いかなと思います。逆に言うとこの簡易コーティングは約2000円と安いのにこのレベルで撥水するようになるので、何もコーティングとかワックスを塗っていない人はとりあえずこの簡易コーティングを塗ってみることで、ブロワー使えばこのレベルで水滴飛んで洗車後のタオルの拭き上げも楽になるので、洗車した後の拭き上げがめんどくさいなと思っている方はこの簡易コーティングさえしとけば拭き上げ時間を大幅に時短できるので、ぜひ試してもらえたらなと思います。ここまでが実際に使った体感のランキングで、ただそれだと客観的でないので、ここからは風速計を使って体感と結果がずれるのか実際に数値を測ってみます。まずはながら戦車が81キロ、オートバックスクオリティが 106.5 キロ、 X7 が 108.7 キロ、ウルフボックスが 111.2 キロ、最強ブロワーが122キロ、最後にマキタが 123.8 キロ。さっきの体感ランキングとでは全然違う結果になったのはノズルの大きさが原因ですね。この数値だけ見るとマキタが最強ですが、ノズル見てみるとやっぱり一番細かったので、その分一点集中して風が強いからだと思います。となるとボディの水滴を飛ばすにはあまり向いてないんですけど、隙間とかホイールの穴に入った水滴を飛ばすにはマキタが良さそうなので、音量を計測する前にホイールの水滴を飛ばしてみます。まずはながら戦車。ボディの水飛ばしの時はそんなに飛ばなかったんですけど、さすがにホイールとなると全然飛びますね。そして次にオートバックスクオリティ、どうでしょうか。普通に水滴飛びますね。何のストレスもないです。値段も3980円ですし、オートバックス行ったらすぐ変えて別売りの掃除機ノズルつけたら簡単な掃除機にもなるので、ブロワー入門にはいいと思います。そしてウルフボックス、コンパクトブロワー4種類の中で一番風速が強かったので、こういう細かいところの水滴飛ばしはかなり得意そうですね。ナットに入り込んだ水も一瞬で飛びました。ボディはそこまでやけど細かいところは得意です。そして X7、 はい、関係なく強いですね。局所的な風速はさっきのウルフの方が強いんですけど、こう見ると X7 の方が広範囲に一気に風を出せるので、ウルフと X7 どっちか買うとしたら X7 が安定かなと思います。そしてこちらがマキタ。やっぱり風速最強で一点集中なので入り込んだ水滴を秒で飛ばせてますね。マキタのいいところは他のブロワーは全てバッテリー内蔵型なので、もしバッテリーがなくなればそれで終わりで USB-C で充電しないとダメなんですけど、マキタは替えのバッテリーさえ持っていれば外して交換することですぐにまた使えるので、そこがやっぱりマキタのいいところですね。ただしマキタはバッテリーと充電器がびっくりするぐらい高いので、初めて買うときは勢いがないとちょっとしんどい値段です。ただ一度でも買ってしまえばこちらのエアダスター以外の電動工具とか電動空気入れなどバッテリーが共通で使い回せるので、イニシャルコストは高めですが一度買えば長いこと使えるのがマキタのいいところかなと思います。それでは最後に最強ブロワー、もうこれが優勝ですね。風強すぎて一瞬でホイールの水滴飛ばしが終わります。ボディから細かい隙間まで吹き上げを一瞬で終わらしたい方は最強ブロワーがいいと思います。それでは最後に皆さんが一番気になるどれだけうるさいか実際に音量を測った結果がこちら。一番静かだったのがながら戦車で 89.4 デシベル、次にオートバックスクオリティで 90.1 デシベル、マキタが 110.2、 最強ブロワーが 110.9、 ウルフボックス 113.4、 X7 が 114.9 デシベルでした。どれも10センチ離した距離で測ってみて、数値では結構うるさそうですが実際使ってみるとそこまでうるさくないです。前に動画にしたことがあるマキタのバッテリーが使えるワンバンという最強ブロワーは 118.1 と数値でもうるさかったけど、実際使ってみると歯医者のドリルみたいな脳に響く高音が鳴って全盛期のパチ屋レベルでうるさかったのが、今回使った6つに関しては歯医者みたいなドリルの音は鳴らずにシンプルに風の音なので数値ほどうるさくはないです。これならそこまで人の目を気にするほどの音ではないと思います。そして今回全部使ってきた中で僕が思う使い勝手がいいコンパクトブロワーランキングを発表すると、4位がながら戦車のブロワー。理由はシンプルで最強モードが15秒ぐらいで自動的に解除される仕様がかなり使いにくかったです。そして3位がウルフボックス。軽くて扱いやすいのは良かったんですが総合力で見ると X7 が勝ちました。そして2位がオートバックスクオリティ、3980円でこの性能、どこのオートバックスでも買えるし簡単な掃除機としても活躍するので、オートバックスクオリティ正直舐めてましたけどオートバックスクオリティかなりおすすめです。
そして1位が安定の X7。大手メーカーから見た目一緒のが23,000円ぐらいで売ってるんですが、アリエクで買えば約7,000円ぐらいで買えて、風力、扱いやすさ、価格のバランスが一番良くて、風の強さもボタンで選べるので、最弱にすればカメラの掃除やキーボードの掃除にも使えるし、車内のメーターやコンソールに乗ったホコリもこの風で飛ばしてあげれば一瞬で綺麗になります。アリエクのページ見ててもかなり売れてて、レビュー数もめっちゃ多く、星も多いので、まあ迷ったらこれ買っておけばいいと思います。もちろんこれの上位互換のアリエク最強ブロワーキカやマキタでもいいと思うんですけど、どちらもまあまあな値段するので、それなら X7 を1個持っておくのが値段と性能のトータルで見て一番いいかなと思います。ブロワーがあれば本来ならめちゃくちゃ時間がかかっていたグリルの水滴拭きが一瞬で終わって、ボディや隙間に入り込んだタオルでは取れない水滴も風で飛ばしてあげることで、洗車翌日の謎の水染みを防げるし、あらかじめブロワーで全体的に水滴飛ばしてあげると使うタオルの量も少なくなるので、拭き上げ時間を時短したい方はぜひブロワーを手に入れてみてください。今回紹介した全てのブロワーは動画の下にある概要欄に詳細を確認できるリンクを貼り付けておきますので、気になった方はそれぞれ見ていただければと思います。ということで今日はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。